はい、こんにちは、いちかスタイルです。今日はですね、キャンプ歴2年の、私たちのキャンプ道具部屋をお見せしたいと思います。キャンプ歴2年もなるとね、日々キャンプ道具が増えてしまって、今のこの部屋の状況なんですけども、すごいことになってます。足の踏み場もないぐらいだったんですけど、今ちょっとね撮影用に、少しだけ片付けて、撮影できるようになったんですけども、現状はねまだまだもう散らかってて、まだまだお見せできるような感じではないんですけども、これはどうにかしないといけないということで、私たちのキャンプ道具部屋大改造計画をこれから行いたいと思います。撮影はね、何度かに分けて今後進めていく予定なんですけども、まずはねこの今の状況というものをね皆さんに晒していきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。はい、入ります。こちらが私たちのキャンプ道具部屋になっております。だいたい6畳かな。6畳の洋間になっておりまして、現状としてはですね、ここに机を置いてまして、その下にですねテントやタープ類、またグランドシート類を重ねておいてます。でここにポータブル電源2つですね。ここで LED ランタン等の充電をできるようにしています。でここにまた台を作ってですね、いろいろと雑多なものを置いてるわけですけども、ごちゃごちゃです。とてもごちゃごちゃですね。で使ってないクーラーボックスとかゴミ箱とか置いているんですけども、でこちらいつも持っていくギアケースに、ここに薪の買いだめをしております。これも無造作に置いてるだけですね。本当に何もかも無造作にポンポンポンと置いてあるだけなんですけども、この辺の段ボールとかはね、メルカリとかにね楽器を出品してまして、その時に使う予定の段ボールとか、あとはですね、前ここにベッド置いてたんですけども、解体して部品も置いてるだけですね。これは前ステップワゴンで収納に使ってたワイヤーラックですね。もうこの辺も置いてあるだけです。でこの辺が一番なんかねごちゃごちゃしてるんですけども、インフレーターマットとかコットとか、あとポール類ですね、とグランドシートとか3段ラックとかね、いろいろあるわけですけども、本当にごちゃごちゃです。全然整理されてないんですよね。でこの辺もテーブルとかフィールドラック、エアベッドで、この辺は消耗品を置いてるつもりなんですけども、この辺にガス缶とかですかね、ガス缶とか置いてたり、これは薪ストーブ置いてますね。であと5年分ぐらいあるんですけど、松ぼっくりもそこに袋に入ってここに置かれてますね。どなたか松ぼっくり欲しい人いませんか？あげますよ。そして、これはニトリのね、ニトリのサイドテーブルとか、この辺は使ってないシュラフとか枕ですね、湯たんぽ。いやー本当に何がどこにあるかね分からなくてね、毎回物探しから始まるんですけどもね。はい、この辺は携帯トイレとかも
置かれてます。でプロジェクターのスクリーンですね。本当にねこんな感じでやっと足の踏み場を作った状態ですね今は。これをね見栄えよく整理したいんですよ。見せる収納とかね憧れててね、なんならここをねセカンドリビングとしてね使ったり、あとねエアーベッドを置けたらここにね来客用のベッドもね設置したりとかできたらいいななんてね思ってるわけですけども、ということでねまたこれをどんどん改造していくわけですけども、それにあたってね、スケジュール的なものがあるので、それをね皆さんにねちょっとお知らせしたいと思います。ということでね、もう休みのたんびにキャンプに行ってるんで、キャンプ部屋をね片付ける暇がもう本当なくてね、こういう散らかった状況になっておりますけども、今日ね久しぶりにキャンプに行かない休日だったのでね、急遽こういう動画を撮らせていただいております。でね、もう今この現状をどげんかせんといかんということでね、スケジュールを組んでいます。まずねいらないものを捨てるというところからね始めたいと思うんですよ。取っておいてあるその段ボールとか、解体したベッドとか、もういらないものをねとりあえず捨てたりで、使わなくなったギアもリサイクルショップにね売りに出そうかなとも思ってます。でその次に、うち棚がねなくて、棚がないからこういう状況になってるのかなとも思いますので、棚を買います。で、棚を買って、物を整理して、で次にね先ほども申し上げましたけども見せる収納ですね、見せる収納を作りたいんですけども、YouTube でねいろいろ検索すると有効ボードとかを使って、綺麗にねギアを並べて、見せる収納を作ってる方もいらっしゃいますが、うちね今楽器とかをかけてるワイヤーネットがございまして、今玄関入ってね廊下にね楽器を飾ったり帽子かけたり、してるんですけども、それをね再利用して今度はねキャンプギアを、ワイヤーネットを使って、キャンプギアを、見せていこうと見せたいと、綺麗にディスプレイできたらいいなと思ってますので、これをねこっちの部屋に移設します。一応これがですね玄関入って廊下に設置してある、ワイヤーネットになるんですけども、自慢の楽器を飾っております。一応ミュージシャンですね私たちもうどれぐらい弾いてないかな、キャンプ初めてだから割とずっと弾いてないんですけどもね、まだミュージシャンとしての肩書きは捨てておりませんのでね、はい、CD も飾っておりますね。日野健二さん、須藤充さんにマーカス・ミラーですね。これ門松俊樹ですね。ベースは青木智人大師匠でございますと。これをキャンプ道具部屋にうまいこと移設できればいいんですけどね、これを使ってキャンプギアをディスプレイしていくという感じでございます。ということでキャンプ歴2年の、私たちのキャンプ道具収納部屋、大改造計画なんですけども、今後ね、何本になるかはわからないんですけども、動画を撮っていくにあたって、また簡単な、今後のスケジュールですね、お知らせしときたいと思います。まずはですねこのキャンプ道具部屋にある不要なものを捨てる、そこから始めたいと思います。次に使わなくなったギアを、
リサイクルショップに売る。これが、2つ目ですね。次にですね、今楽器をディスプレイしていますワイヤーネットを、こちらのキャンプ道具部屋の方に移設して、見せる収納を作る。で、その次に棚を買って設置します。で、最後に、キャンプギア道具を棚の方に、収納していくという、スケジュール、簡単なスケジュールになりますので、今後ね何本かに分けて、撮影したいと思いますので、この経過に、ご興味のある方は是非チャンネル登録してお待ちください。ありがとう。はい。ではすみません、ちょっとエネルギーを補給します。はい、こんにちは、いちかです。はい、今日はね、脇役のいちかさんでございますけども、登場してもらいました。はい。この部屋ね、6畳のフローリングなんですけれども、もともとね何もない状態だとね、広いなと思ってたんですけども、こうもねギアがたくさん溢れかえてしまうと、やはりね足の踏み場もねないどころか、全くね居住としてね、もう全く機能していなくなってしまって、本当にもうただの物置っていう感じになってしまったので、もうただただ一つの部屋を潰すっていう感じになってしまったので、これがねちょっとねだらしないなって思ってしまったし、やっぱりこのキャンプをね行ってまた戻ってきてって言って、その荷物をね、整理するっていう上でね、物をね探すっていうのがまた手間がかかるわけですよ。ちょっとね良くないなと思って、物をねしっかり把握するという意味でね、整理しようかなと思っております。そうだね。はい。ちょっとね見せたいものもいっぱいありますからね。願望としてはねおしゃれ空間にしたいなと思ってるんですけども、もともとねインテリアとかそんなにね上手じゃないし、疎いので、何かねいいアイデアがありましたらね、ぜひコメントで教えていただきたいなって思っております。教えてください。であとね先ほどねお見せしたネットでね、見せる収納をしようかなと思っているんですけれども、それに関してもね、いい見せ方がねありましたら、教えていただけたら嬉しいなって思います。はい。では早速何も片付いてないけど乾杯します。今日の乾杯ビールキリン晴れ風すいません、何も仕事してないけど飲みます。エネルギー注入しないと喋れないんですよ。アフターオーバー。すいません、これから頑張ります。ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。お願いします。けいちゃん使わなくなったものとかいっぱいあるんだけど、いっぱいあるのよ。そうでも、そもそも何がいらないとかわかる？そうだね。もうやっぱり最近使ってないものといえば、このイグルーのクーラーボックスとかあとはそのゴミ箱、バンドックのゴミ箱とか。当初はね割とお世話になったんだけどね。そうだね。今は違うゴミ箱ばっかり使ってるし。これだ、これもステップワゴンにね使ってたラックなんだけども、これも一回ちょっと解体して、でちょっと使える部分は使うっていう感じかな。はい。あとなんだ？これはちょっと使ってないストーブというか買って失敗したストーブがあるんですけど。これちょっとさ冬に向けてさ、もう一回一本取ろうかな。またちょっとねご紹介したい。殺人級のストーブなんで、ちょっとまたお話ししますね。この辺だと DOD のコットとか使ってないね。そうだね。なんか2回ぐらいしか使ってないので、なんか売りたいなという気持ちもあります。あとインフレーターマットの最近エアベッドね。エアベッド買って使ってないっていうのもあるし、サーカス TC 使ってないからこのねトリポッドとかもすごい大きい荷物になってて、そうだね。そうだね。ということでね、売りたいのもねたくさんありますね。この松ぼっくり売ろうかな、誰かに。案外売れるかもしれないよ。そうか。着火剤として。優秀なんだけどね、着火剤としてね。あとねスーパーで買ったね椅子とかね。これね、これとかね使えるとは思うんだよね。これはこれで。
そうね、物置に使ってるけどね。ちょっとね、椅子としてはどうかな、どうだろうね。今思ったんだけど薪の量すごくない？そうそう、ほら薪ストーブ買ったから、薪をたくさん使うからさ、もうすぐ冬やってきて、また薪がね必要になってくると思うので、よいしょよいしょ。じゃあ次のこのね、キャンプ道具部屋改造計画は、いつになるかちょっとねわからないんですけども、キャンプをしない休日にね、例えばね雨が降ってねキャンプができない日とか、基本的に雨キャンプはしてるといえばしてるんだけど、スケジュール的に、合わない時がありましたら、この片付けの方に、時間使おうかなと思ってます。でもキャンプしながらなんでね、年内にはできないかもしれないな、年越しちゃうかもしれないんですけれども、ちょっと長いスパンで見ていただければいいなと思っております。キャンプ優先なんでね。はい。何よりもキャンプ行きたいんで。はい。ということで、第1回目ごちゃごちゃの部屋をご紹介しましたけども、晒してしまいました。これから少しずつ綺麗になっていく様子をね見ていただければいいなと思います。できるかな、わかんないけど頑張ります。頑張ります。はい。ではでは、バイバイ。バイバイ。また来週。頑張ります。次はキャンプだよ。あ、そうだ、キャンプだよ。